こんにちは、みえこです。今日はちょっとアンティークの風合いの大きなショルダーバッグを作ってみました。マチがとっても大きくて、ショルダーの紐もしっかりした、ちょっと重いものも入りそうなカバンです。中に物が入るとパターンの見え方が変わってとっても楽しいカバンです。それでは一緒に作りましょう。まず布を用意します。3.5 センチの幅にみんな切ってください。長さはいろいろあっていいんですよ。濃い色と薄い色があるといいですね。そして接着芯です。このキラキラした部分が下になります。これに鉛筆で線を引いてください。24枚作りますよ。中央に3.5 センチ正方の布を置きます。針で留めて上と下に同じ大きさの布を用意します。そしてこれを7ミリの縫い代で縫います。向かい合わせで布を縫います。今度は右と左に縫います。最初に布を切って作れるのですごく手間がかかりません。手でしっかり折ってまた反対側も縫います。では次の布をまた右と左に縫います。縫い終わったら毎回手でしっかり布を折ってください。これで3種類目の布を縫いました。皆様にお見せするためにこのようにやりましたが、
ミシンのそばで縫うとささっとハサミで切ってすぐにできてしまうパターンですよ。3種類目の布で終了です。ちょっと色が地味ですけど、冬のカバンなのでそれもまたいいですよ。はい、終了です。裏はこのようにできました。これを24枚作ります。そして並べます。そして1列ずつ縫います。そしてそのパーツも全部縫いつないで1枚にします。それを2つ作ります。キルト綿にトップを重ねてアイロンでプレスします。こうするとしっかりキルト綿に接着芯がついて刺繍がとっても楽ちんです。針を刺さなくてもスイスイ縫えますよ。そしてステッチのラインは縫い代のないところを縫います。そうすると薄いので縫いやすいですよ。このように刺繍しました。余分なキルト綿を切ります。次に底を作ります。カバンの底ですね。裏布、キルト綿、トップを重ねてキルトラインを引いてステッチします。刺繍ラインを引いてステッチでした。自由に好きなだけステッチしてください。このように作りました。そしたらキルトトップのパターン一つずらしたところに底の布を縫います。端は少し開けてあります。続いてもう片方のトップもパターン一つずらした位置に
底の布を重ねて縫います。縫い代 7mm ですよ。このようにできました。今度は横を縫います。このように針で留めて7mm の縫い代で縫います。このように縫いました。そして角の部分ですが、キルト綿を切って縫い代の部分切って縫うときれいにできますよ。もう片側も同じように縫います。はい、このように作ります。それでは今度はショルダーの紐を作ります。まずはこのように1センチ折ってアイロンで折り線をつけます。中心にキルト綿を置いてまずはこのように折って針で留めます。反対側も折って中心をミシンで縫います。このように縫いました。両端をステッチします。はい、完成。それではこの紐を出来上がったカバンの縫い代のそばに仮留めをします。少し紐を出して縫うと丈夫なショルダーの紐になりますよ。両側縫い代のそばに縫います。仮留めしました。次にポケット作ります。お好みの大きさに調整してくださいね。周囲を1センチの縫い代で縫って返し口から表に返します。そしてこれを裏布に縫います。最初にアイロンかけてね。裏布2枚切りました。この位置にポケットを縫ってください。そして裏布2枚重ねて 7mm の縫い代で両脇縫います。次にトップの中心にリボンをつけました。裏布を差し込んでカ
カバンの入れ口を7ミリの縫い代で縫います。丁寧に針で留めて縫います。はい、縫いました。それでは表に返します。カバン入れ口を縫い代をきれいにアイロンでプレスして刺繍します。縫い代を押さえるように縫うときれいにできますよ。裏布まで縫ってくださいね。カバンの紐の余分な部分ですが、このようにしっかり縫い留めました。これで重いもの入っても大丈夫ですよ。そしてカバンの底をまつります。ミシンで縫った縫い線が見えないようにこのように針で留めて縫います。大きい運針でも大丈夫ですよ。よく見たらこれリバーシブルのカバンにもなりそうですね。はい、完成です。表に返して完成しました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。